火事、嘘でしょ？そんな。彼女の悲鳴に近い声が俺の耳に届いた。夜空を焦がす炎。俺たちのすべてが、夢が、目の前で怪人に帰していく。黒煙が立ち込め、熱風が肌を焼く。必死で築き上げてきたものが音を立てて崩れ落ちていく。これが現実なのか。もう終わりだわ、何もかも。炎に照らされた彼女の横顔は涙で濡れ、深い絶望に彩られていた。いつも気丈で、どんな困難にも立ち向かってきた彼女が、今はただ燃え落ちるすべてを前にして、力なくつぶやいている。その姿を見ていると、俺の胸も張り裂けそうだった。俺は、燃え盛る工房の前で、彼女の隣に静かに立った。そして、震える彼女の肩に、そっと手を置くように、あるいは、ただまっすぐ前を見据えて、静かに、だが、揺るぎない声で告げた。大丈夫だ。そうだ、俺がいる。俺たちがいる限り、まだ何も終わっていない。こんな絶望の淵からだって、必ず這い上がってみせる。これは、俺たちの、最後の反撃ののろしとなるのだ。俺の名前は、鉄腕宗。古い旋盤の油の匂いと、ハンダゴテの焦げつくような匂いが混じり合うこの工房が、俺の城であり、戦場だ。窓の外には、ありふれた住宅街の風景が広がっているが、俺の目にはもう何年も、工房の薄暗い蛍光灯の光と、机の上に散らばる部品や設計図しか映っていないような気がする。30を過ぎて、世間ではそれなりの地位や家庭を築いている友人もいる。だが俺は、未だにこの小さな工房で、ほとんど実を結ばない夢を追いかけている。開発しているのは、筋電義手。失われた手足の代わりに、持ち主の意思通りに動く、いわば第二の体だ。特に俺が目指しているのは、既存の製品とは比較にならないほど精密で、かつ装着者の負担が少ない、革新的なものだ。なぜそんなものに人生をかけているのか。理由は一つしかない。数年前、俺のたった一人の弟、走るが事故で足を失った。元陸上選手で風を切って走る姿が誰よりも似合う男だった。その弟に、俺は最高の義足を作ってやることができなかった。いや、当時の俺の技術では、走るが満足するどころか、彼が再び前を向くきっかけにすらなれなかったんだ。兄ちゃん、もういいよ、ありがとう。リハビリ病院のベッドの上で力なく笑った走るの顔が、今も脳裏に焼き付いて離れない。その笑顔は感謝というより諦めに近かった。あの時、俺は自分の無力さを呪った。そして誓ったんだ。いつか必ず、走るが心の底から笑ってくれるような最高の義手を作ってみせると。それ以来、俺は寝食を忘れて開発に没頭してきた。だが、現実は厳しい。理想を形にするには金がかかる。試作部品の購入費、高価な測定機器のレンタル料、そしてわずかながらも工房の家賃と自分の生活費。それらは容赦なく俺の預金通帳の残高を削り取っていく。銀行に追加融資を頼みに行っても、鉄腕さんの技術は素晴らしいと思いますが採算性が、もっと市場のニーズに合ったものを、と決まってやんわりと断られる。彼らにとって俺は夢見がちな職人にしか見えないのだろう。今日も机の上に置かれた数通の督促状が重苦しい現実を突きつけてくる。電気代、水道代、部品業者への支払い。ため息を一つついて、俺は作業に戻ろうと顔を上げた。工房の壁には、弟が中学時代に獲得した陸上の大会の賞状やメダルが色あせながらも飾られている。俺が勝手に持ち出して飾ったものだ。走るは、もう見たくもないかもしれない。だが、これを見るたびに、俺は自分を奮い立たせることができる。お前がもう一度、あの頃のように風を感じられるように、その一心だった。作業台の上には、作りかけの義手のアーム部分が横たわっている。人間の腕の構造を徹底的に模倣し、数十個のマイクロモーターとセンサーを内蔵した俺の自信作だ。指先のわずかな動き、力の入れ具合、それらを忠実に再現し、装着者が自分の手だと感じられるようなものを目指している。理論上は可能なはずなのだが、実際に組み上げて動かしてみると、ぎこちない動きになったり、センサーが誤作動を起こしたりと、問題は山積みだった。くそー。
またダメか。テスト用のプログラムを微調整し、再度電源を入れる。ウィーンという小さなモーター音とともに、義手がゆっくりと持ち上がる。そして、指を握る動作をさせようとした瞬間、ガクンと不自然な動きをして止まってしまった。何度繰り返しても同じだった。指先の繊細な制御がどうしてもうまくいかない。投げ出してしまいたい衝動に駆られることは一度や二度ではない。だが、その度に走るの顔が浮かぶ。兄ちゃんが作ってくれるなら、どんな義足でもいいよ。と言ってくれた事故直後の弟の言葉。あれは本心からの信頼だったはずだ。それに応えられていない自分が情けなかった。昼飯はいつも工房の隅でコンビニで買ってきたパンをかじるだけだ。今日も味気ないアンパンを頬張りながら、次の試作のための部品リストを眺めていた。特殊な合金、高性能なセンサー、どれもこれも高価なものばかりだ。どうやって工面したものか、考え込んでいると、工房の古びた引き戸がガラガラと音を立てて開いた。ごめんください。凛とした、しかしどこか冷たさを感じさせる女性の声だった。いつも部品を届けてくれる業者のおじさんとは明らかに違う。俺はいぶかしみながら入り口に目を向けた。そこに立っていたのはスーツをきっちりと着こなした30代前半くらいの女性だった。整った顔立ちに知的な光を宿す瞳。手には見るからに高級そうなビジネスバッグを下げている。場違いな訪問者に俺は少し戸惑った。どちら様でしょうか。うちは今セールスの類はお断りしてるんですが、ぶっきらぼうな俺の言葉にも女性は表情一つ変えなかった。株式会社メディカルフロンティア研究開発部門のレーゼーと申します。鉄腕総さんでいらっしゃいますね。メディカルフロンティア。その名前は俺も知っていた。国内最大手の医療機器メーカーだ。まさかそんな大企業がこんなバスへの工房に何の用だろうか。ええ、鉄腕ですが、メディカルフロンティアさんが私に何か。警戒心を隠さずに尋ねると、レーゼーと名乗る女性、レーゼー京子は軽くうなずいた。担当直入に申し上げます。あなたの研究されている筋電義手についてお話を伺いに参りました。その言葉は俺にとって予想外のものだった。俺の研究があのメディカルフロンティアに、にわかには信じられなかった。私の研究に。はい。あなたの技術、特に多重誘導マニピュレーター制御と感覚フィードバックに関する独自のアプローチは非常に興味深いものです。レーゼー京子は淡々と、しかし的確に俺の研究の核心部分を言い当てた。どこで俺の研究を知ったのか。まさか学会で細々と発表した論文でも読んだというのだろうか。それでお話というのは、俺はごくりと唾を飲んだ。もしこの出会いが資金難の突破口になるのなら、わずかな期待が胸をよぎる。私どもはあなたの技術に大きな可能性を感じています。つきましては、共同開発をご提案させていただきたいと考えております。共同開発。その言葉の響きは甘美だった。潤沢な資金、最新の設備、優秀なスタッフ。それらが手に入れば、俺の義手開発は飛躍的に進むだろう。走るをもっと早く笑顔にしてやれるかもしれない。しかし、レーゼー京子の次の言葉が、俺の淡い期待に冷や水を浴びせた。ただし、条件があります。共同開発にあたり、あなたのこれまでの研究データ、設計図、試作品の解析データなど、関連するすべての情報を弊社にご提供いただきます。その目は寝踏みするように俺を見ていた。まるで俺の技術を丸ごと買い叩こうとしているかのように。工房の隅で古びた旋盤が静かに油の匂いを放っている。この工房で俺が一人で積み重ねてきた努力と時間のすべてを差し出せというのか。それは、私の技術をすべて御社に渡せという意味ですか？俺の声には怒りと不信感が滲んでいた。言葉を選ばずに言えばそうなります。もちろん相応の対価はお支払いしますし、開発チームのリーダーとしてあなたをお迎えする用意もございます。彼女の口調はあくまでビジネスライクで、そこに感情の揺らぎは見えない。まるで俺の技術を商品のように扱っている。お断りします。俺はほとんど即答していた。こんなボロい工房で一人でやってる私にも守りたいものがあるんでね。私の技術は金儲けの道具にするためにあるんじゃない。特に
走るのために開発しているこの技術を利益優先の大企業にいいように使われるのは我慢ならなかった。俺の言葉を聞いても、レーゼ京子は眉一つ動かさなかった。ただ、その唇の端に、ほんのわずかだが、あざけるような笑みが浮かんだように見えた。鉄腕さん、あなたの理想は素晴らしいと思います。ですが、その理想を実現するためには、現実的な力が必要なのではありませんか？このままでは、あなたのその素晴らしい技術も、この工房と一緒に、朽ち果てるだけかもしれませんよ。彼女の言葉は的を射ていた。そして、それゆえに、俺の胸に深く突き刺さった。資金が底をつけば、俺の夢は終わる。走るとの約束も果たせない。それでも、あなた方のやり方には同意できません。俺は堅くなだった。弟の足を奪った事故の後、俺は人の弱さにつけ込むようなやり方を心の底から嫌悪するようになっていた。このレーゼー京子のやり方はどこかそれに通じるものを感じたのだ。そうですか。残念です。レーゼー京子はあっさりとそう言うと、バッグから一枚の名刺を取り出し、作業台の上に置いた。もし、お考えが変わることがあればご連絡ください。あなたの技術は埋もれさせてしまうには惜しいものですから。そう言い残し、彼女は静かに工房を出て行った。ガラガラという引き戸の音がやけに大きく工房に響いた。俺は作業台に置かれた名刺を睨みつけた。株式会社メディカルフロンティア、研究開発部門リーダー、レーゼー京子。その白い名刺がまるで俺の覚悟を試しているかのように見えた。彼女の言葉が頭の中で何度も繰り返される。このままでは、あなたのその素晴らしい技術も、この工房と一緒に朽ち果てるだけかもしれない。それは俺が一番恐れていることだった。俺は大きく息を吸い込み、そしてゆっくりと吐き出した。工房の窓から差し込む夕日が床に長い影を落としている。まだだ。まだ諦めるわけにはいかない。走るが俺の作った義手で再び大地を踏みしめる日を夢見て、俺は再びハンダゴテを握りしめた。だが心のどこかであのレーゼー京子の鋭い眼差しと含みのある言葉が重くのしかかっているのを感じずにはいられなかった。彼女の訪問はこれから始まる大きな嵐の前のほんの小さな兆しに過ぎないのかもしれない。そんな予感が胸騒ぎとなって俺の心をざわつかせていた。レーゼー京子が工房を去ってから数日、俺の頭の中は彼女の言葉でいっぱいだった。資金はそこを突きかけている。このままでは本当に何もかもが中途半端に終わってしまうかもしれない。そんな焦燥感に駆られていた矢先、工房の戸が再びガラリと開いた。そこに立っていたのは、やはりレーゼー京子だった。鉄腕さん、先日は失礼いたしました。改めてご相談させていただきたいことがあります。彼女はそう言うと、有無を言わさぬ圧力で工房に入ってきた。手には前回とは違う少し大きめのバッグを持っている。何の用ですか？私の答えは変わりませんよ。俺は警戒心を解かずに言った。ええ、承知しております。ですが、あなたの技術をこのまま埋もれさせるのは社会的な損失だと私は考えています。そこで一つご提案があります。メディカルフロンティアとしてではなく、私個人として、あなたの研究にアドバイザーのような形で関わらせていただけないでしょうか。もちろん無償で構いません。無償でアドバイザー。そんなうまい話があるものか。俺はますます彼女をいぶかしんだ。大企業の人間が何の得にもならないことをするはずがない。ええ。あなたの研究データや設計図を要求するつもりはありません。ただ、あなたの開発プロセスを拝見し、気づいた点があれば指摘させていただく。それだけです。もしかしたら、私がお役に立てることもあるかもしれません。彼女は、まるで俺の心を見透かすように、穏やかな口調で続けた。俺はしばらく考え込んだ。確かに、行き詰まっている現状を打破するには、外部からの視点が必要なのかもしれない。それに、彼女が持つ知識や情報は、俺一人では到底手に入れられないものだろう。何より、このままでは自利品だ。わずかでも可能性があるなら、わかりました。ただし、アドバイス以上のことは期待しないでください。それに、少しでも怪しい動きを見せたら、即刻出て行ってもらいますからね。結構です。ありがとうございます。レーゼー京子は、初めてわずかに口元を緩めたように見えた。それから、
奇妙な共同作業が始まった。京子は週に2、3度、工房に顔を出すようになった。彼女は俺の作業を黙って観察し、時折鋭い質問を投げかけてくる。鉄腕さん、そのセンサーの配置、もう少し最適化できるのではありませんか？シミュレーションデータによれば、現状ではノイズを拾いやすいはずですが、このアクチュエーターのトルク、本当にこの仕様で十分だとお考えですか？想定される最大負荷に対して、マージンが少なすぎるように見受けられます。彼女の指摘はいちいち的確で、俺が気づいていなかった問題点や見過ごしていた細部を容赦なくついてきた。最初は反発した。あんたに何がわかる？口で言うのは簡単だ。と怒鳴ったことも一度や二度ではない。だが、悔しいことに、彼女の言う通りに修正すると、義手の動きが目に見えて改善されることが何度かあった。例えば、指先の微細な動きを制御するアルゴリズムに行き詰まっていた時だ。京子は海外の最新の研究論文の束を俺の前に差し出し、この論文の著者が提唱している予測制御モデルがあなたのシステムに応用できるかもしれません。と言った。半信半疑でその論文を読み込み、彼女と数時間にわたる技術的な議論を交わした末に、試作したプログラムは驚くほどうまく機能したのだ。まるで義手に魂が吹き込まれたかのように、指先が滑らかに動いた。どうやら、あなたの言う通りだったみたいですね。俺がぶっきらぼうに礼を言うと、京子は、当然です。私はそのためにここにいるのですから。と、相変わらず涼しい顔で答えるだけだった。だが、その横顔には、ほんの少しだけ満足そうな色が浮かんでいるように見えた。そんな日々が続く中、俺の工房に京子が出入りしていることを、弟の走が知ることになった。ある週末、久しぶりに走がリハビリの帰りに工房に寄ってくれた。最近、走は新しい義足の調整がうまくいかず、少し苛立っているように見えた。兄ちゃん、最近どうなんだ？例の義手。走は壁に飾られた自分の症状を見ながらぽつりと言った。その声には期待と不安が入り混じっているように聞こえる。ああ、少しずつだけどな。実は最近、メディカルフロンティアの人がアドバイザーとして手伝ってくれてるんだ。俺がそう言うと、走の表情が曇った。メディカルフロンティア？大丈夫なのか、兄ちゃん。また昔みたいに利用されたりしないだろうな。走の言う昔とは、俺が大学院で研究していた頃、信頼していた教授に研究成果を横取りされそうになった苦い経験のことだ。その一件で人間不信に陥りかけた俺を、走はずっと心配してくれていた。心配するな。ちゃんと釘は刺してある。それに彼女は悪い人じゃないと思う。言いながら、俺自身も完全に京子を信頼しきれていないことに気づく。走の不安そうな顔を見て胸がチクリと痛んだ。俺は弟に心配をかけたくない。だが、京子の協力なしには開発が進まないのも事実だった。兄ちゃんがそう言うなら、でも気をつけてくれよ。兄ちゃんは人が良すぎるから。走はそう言って力なく笑った。その笑顔がまた俺の心に重くのしかかる。京子は時折メディカルフロンティアの内部事情や特定の人物について謎めいた言葉を漏らすことがあった。それは決まって二人きりでコーヒーを飲んでいる休憩時間など、ふとした瞬間だった。うちの会社にも全てが患者さんのためを向いているわけではないのですよ。特に利益しか頭にない人間にとっては、鉄腕さんのような純粋な技術は邪魔なだけかもしれません。ある時、彼女はそうつぶやいた。その視線は工房の窓の外、遠くを見つめている。利益しか頭にない人間。ええ、例えば甲賀常務のような方です。あの方針には私はどうも賛同しかねることが多くて。甲賀哲夫。その名前を俺は初めて聞いた。京子の口調からは、その人物に対する強い不信感が滲み出ている。甲賀常務ですか。その人が何か。彼はコストのかかる最先端技術よりも安価で大量生産できる製品を優先する傾向があります。それが必ずしも悪いとは言いませんが、時には見過ごせない問題を引き起こすこともある。京子の声はいつになく沈んでいた。彼女がそこまで言うからには、よほどのことなのだろう。だが、なぜそれを俺に話すのか。彼女の真意が読めず、俺はただ黙って聞いていた。鉄腕さんの技術は
非常に革新的です。だからこそ、注意した方がいいかもしれません。あの男は、自分の利益のためなら手段を選ばない。そういった時の京子の瞳には、一瞬鋭い光が宿った。それは、単なる会社への不満というよりも、もっと個人的な、深い感情のようにも見えた。ある日のこと、試作品の耐久テストで、またしても予期せぬトラブルが発生した。モーターの一部が焼き付き、義手のアームが完全に停止してしまったのだ。くそ、なんでだ？設計上は問題ないはずなのに。俺は頭を抱えた。この部品は特注で、一つ作るのにもかなりの費用と時間がかかる。これ以上失敗は許されない。その時、黙ってそばで見ていた京子が静かに口を開いた。鉄腕さん、その部品の材質、もしかして供給元を変えませんでしたか？ああ、いつもの業者が品切れで、急遽別のところから。その業者の名前は？俺が業者名を告げると、京子はハッとしたように目を見開いた。そして、険しい表情でつぶやいた。やはり、その業者は、甲賀常務とつながりが深いところです。そして、以前から品質に関する良くない噂が絶えません。なんだって？俺は耳を疑った。まさか部品の質で。おそらく、コストダウンのために粗悪な材料が使われたのでしょう。見た目ではわかりにくいですが、耐久性に大きな差が出ることがあります。私が以前いた部署でも、同じようなトラブルがありました。その時も、裏には、甲賀常務の影が。京子はそこまで言うと、口を閉ざした。彼女の顔には、苦い記憶を呼び覚ましたかのような、複雑な色が浮かんでいた。その夜も、俺たちは遅くまで工房に残っていた。新しい試作パーツの組み込みと、京子が提案した改良アルゴリズムの検証。彼女は、俺がモニターに映し出される複雑なコードを睨みつけ、キーボードを叩くのを、鋭い目つきで見守りながら、時折、的確な指示を出してくる。その集中力は凄まじく、数時間ぶっ通しでも途切れる様子がない。俺自身も、彼女の的確な指摘のおかげで、以前よりも格段に、思考が整理され、開発の袋小路から抜け出せそうな巧妙が見え始めていた。よし、今日のところはここまでにするか。最後のシミュレーションを終え、俺が大きく伸びをすると、背後で椅子に座っていた京子から返事がなかった。振り返ると、彼女は作業台に突っ伏すようにして、静かな寝息を立てていた。普段の一分の隙もない彼女からは、想像もできない無防備な姿だった。連日の工房通いと、慣れない俺との、丁々発止のやりとりで、さすがの彼女も疲労が溜まっていたのだろう。そっと近づくと、彼女の顔にかかった紙を払ってやりたくなったが、さすがにそれはためらわれた。彼女の足元には、読みかけだったのだろう。数冊の資料が散らばっている。手に取ってみると、それは英語やドイツ語で書かれた分厚い専門書や最新の医学論文のコピーだった。ページにはびっしりと細かい文字でメモが書き込まれ、重要な箇所には何色ものマーカーで線が引かれている。その量と専門性の高さに俺は思わず息を飲んだ。彼女が俺にくれるアドバイスの一つ一つがこうした地道な努力と深い知識に裏打ちされたものなのだと改めて思い知らされた。こいつ、本物だ。俺が口にする技術的な課題や開発中の義手の特性について、彼女はいつも的確なアドバイスをくれた。それは単に頭がいいだけでは説明がつかない深みがあった。その理由が今、目の前にあるこれらの資料の山に示されているような気がした。彼女は俺以上にこの分野を、そして俺の技術を理解しようと努めていたのかもしれない。これまで抱いていた彼女に対する大手企業の鼻持ちならないエリート、俺の技術を奪おうとしている敵かもしれないという印象がガラガラと崩れていくのを感じた。その時、ふと資料に一枚の写真が挟まっていた。それは夕焼けの茜色に染まる空を背景に、車椅子に乗った若い男性と、その隣で優しく微笑む京子の姿だった。彼を見つめる京子の表情は、普段の彼女からは想像もできないほど柔らかく、慈愛に満ちていた。この写真を見た瞬間、俺の中で何かがはっきりと変わった。彼女もまた何かを守るために、誰かのために必死に戦っているのかもしれない。その誰かはきっとこの写真の男性なのだろう。しばらくして、京子は、と小さくみじろぎし、ゆっくりと顔を上げた。
寝ぼけ眼で俺の顔を認識し、ついで自分が作業台に突っ伏して寝ていたこと、そして俺が彼女の手帳を手にしていることに気づくと、はっと我に返ったように頬をあからめ、慌てて姿勢を正した。すみません。私としたことが、それは。普段の冷静沈着な彼女からは想像もできないうろたえぶりに、俺は思わず苦笑してしまった。こういう一面もあるのか、と意外に思うと同時に、少しだけ親しみが湧いた。いや、いいですよ。疲れてるんでしょ。毎日こんなバスへの攻防に付き合わせて悪いですし。それにしても、あんた本当にすごいな。こんな難しいもんまで読んで、さらにこんなアイデアまで考えてくれてたなんて、俺一人じゃここまで深く考えられなかったかもしれん。俺の言葉に京子は少し驚いたような顔をしたが、すぐに視線を落とし、小さな声で言った。私にも守りたいものがあるんです。どうしても実現させたい未来が。その声はいつもの自信に満ちたものではなく、どこか切実な響きを帯びていた。写真の彼のことを思ったのだろうか。守りたいもの。ええ、本当に価値のある技術や、それによって救われるはずの誰かの笑顔が不当な力や目先の利益のために潰されてしまうのを、もう見過ごしたくはないんです。ただ、それだけです。彼女は顔を上げ、まっすぐに俺の目を見つめてきた。その瞳の奥には、強い意志と、そしてどこか悲しげな色が浮かんでいるように見えた。さっき見た写真の慈愛に満ちた表情とは違う、戦う者の目だった。彼女の言葉は、俺の胸の奥深くに突き刺さった。弟の走るの笑顔を取り戻したい。その一心で、この研究を続けてきた俺にとって、それは人事とは思えなかった。俺が大学院時代に経験した研究成果を横取りされそうになった苦い記憶も蘇る。あの時感じた無力感と怒り、彼女もまた似たような経験をしてきたのだろうか。そして今まさに何かと戦っている最中なのかもしれない。そうか。俺はそれ以上何も聞かず、ただ短くそう答えた。彼女の全てを理解できたわけではない。まだ警戒心が完全に消えたわけでもない。だが、この瞬間、俺と彼女の間には、これまでとは違う、確かな共感のようなものが生まれた気がした。彼女は、少なくとも、俺が思っていたような、冷酷なだけの人間ではない。それだけは確かだった。鉄腕さん。京子が、改まった口調で俺を呼んだ。その声には、先ほどまでの動揺はもうない。あなたの技術は、間違いなく本物です。そして、多くの人を救う可能性を秘めている。私はそれを信じています。どうも。素直に礼を言うのは照れくさくて、俺はそっぽを向いた。だが、心の奥底が少しだけ暖かくなったのを感じていた。彼女の言葉は、乾いた地面に染み込む水のように、俺の心に静かに広がっていった。この小さな攻防で、俺と彼女の奇妙な関係は、少しずつだが、確実に変化し始めていた。その変化が、これから先の未来に何をもたらすのか、俺にはまだ知る由もなかったが、少なくとも一人ではない。そう思えるようになっていた。しかし、甲賀という男の存在、そして京子の謎めいた言動は、依然として俺の心に大きな影を落としていた。彼女が本当に味方だとしても、その先に待ち受けているものは、決して平坦な道ではないだろう。そんな予感が、日増しに強くなっていた。そして、その予感は、そう遠くない未来に現実のものとなるのだった。京子さんが俺たちの攻防に深く関わるようになってから数ヶ月、俺が開発している新型筋電義手は飛躍的な進歩を遂げていた。彼女の的確なアドバイスと時折見せる斬新な発想は、俺一人では決してたどり着けなかったであろう境地へと導いてくれた。指先の繊細な動き、力の制御、そして何よりも装着者の意志との同調性。試作品を自分の腕に装着して動かすたび、確かな手応えを感じていた。弟の走るも、リハビリの帰りに時々、工房へ顔を出すようになっていた。最初はどこか、いぶかしげに京子さんを見ていた走るも、兄である俺が彼女と真剣に議論を交わし、義手開発に情熱を注ぐ姿を見るうちに、少しずつだが、警戒を解いていったように思う。兄ちゃん、なんだか楽しそうだな。なんて、珍しくからかうようなことを言ってきた日もあった。その言葉に、俺は少し救われた気がした。そして、ついに俺たちは、この新型義手を世に問う機会を得た。
小規模ながら医療関係者や福祉機器メーカーの担当者を招いた発表会が1週間後に迫っていた。場所は京子さんが奔走して抑えてくれた。とある大学の小さなホールだ。長年の夢がようやく形になろうとしている。俺の胸は期待とほんの少しの不安で高鳴っていた。京子さんも普段の冷静な表情の奥に確かな興奮を宿しているのが見て取れた。発表会の3日前、夜遅くまで工房で最終調整をしていた俺は奇妙な物音に気づいた。工房の裏口の方からだ。こんな時間に誰だろうか。警戒しながらそっと近づくと、ドアがわずかに開いている。そして中から京子さんの声が聞こえてきた。ええ、例のものは確かに受け取りました。これで準備は整います。低い、抑えた声だった。相手は誰なのか。暗くてよく見えない。俺の心臓がドクンと嫌な音を立てた。まさか、彼女が俺を裏切って。いや、そんなはずはない。これまで彼女が見せてきた献身は本物だったはずだ。だが、一度芽生えた疑念は、そう簡単には消えてくれない。俺が声をかける前に、京子さんは工房から出てきて、相手の男と共に闇の中へ消えていった。俺は、その場に立ち尽くすしかなかった。翌朝、俺が重い気持ちで工房のドアを開けると、信じられない光景が広がっていた。工房の中がめちゃくちゃに荒らされている。作業台はひっくり返り、部品や工具が床に散乱している。そして何より、俺が心血を注いで開発してきた新型義手の試作品と設計データが保存されたメインコンピューターが無残にも破壊されていたのだ。なんだこれは。頭が真っ白になった。誰が何のために。全身から血の気が引いていくのを感じる。そこにタイミング悪く、走るが顔を出した。兄ちゃん、どうしたんだこれ。変わり果てた工房の様子に、走るも言葉を失っている。その時、走るが俺の腕をつかみ、震える声で言った。兄ちゃん、やっぱりあの女だ。レーゼ京子、俺昨日見たんだ。あの女が夜中にこそこそと誰かと会って、何かを受け渡してた。きっと兄ちゃんの技術を盗んで、どこかに売ったんだよ。走るの言葉が、俺の混乱した頭に突き刺さる。昨夜の光景がフラッシュバックする。京子さんが男性といた時の姿。まさか本当に。違う。京子さんがそんなことするはず。俺は叫び返したが、声は上ずっていた。信じたい。だが、目の前の惨状と、走るの必死の形相が、俺の心を乱す。追い打ちをかけるように、事態は最悪の方向へと転がり落ちた。どこからか、焦げ臭い匂いが漂ってきたかと思うと、工房の奥の方から、パチパチと、不気味な音が聞こえ始めた。火だ！誰かが叫んだ。気づいた時にはもう遅かった。炎は瞬く間に燃え広がり、黒い煙が工房を満たしていく。古い木造の工房は、まるで格好の餌食だった。俺は呆然と立ち尽くす。長年の夢も、弟への誓いも、何もかもが、この炎に飲み込まれて消えていく。喉から意味にならない声が漏れた。そうだ、奥の作業台には改良を加えたばかりの義手の試作アームが置いてある。そして、バックアップを取る前の最後の調整データが入ったポータブル SSD も、あれだけは失うわけにはいかない。待ってろ、今、俺は何かに取り憑かれたように、炎の中へ踏み出そうとした。熱風が顔を焼き、黒い煙が容赦なく気管を襲う。だが、構っていられなかった。兄ちゃん、ダメだ。何考えてるんだ。背後から、走るの必死の叫び声が聞こえた。次の瞬間、細身の腕が俺の体に力いっぱい巻きつき、後ろへ引き戻そうとする。離せ、走る。あれだけは、試作品だけでも取り返さないと。俺は振り払おうともがいたが、走るは煙に激しく咳込みながらも、まるで猛獣のように、俺にしがみついて離さない。バカ野郎、どうなってもいいのか？あんなもののために取り返しがつかないことになったら、どうするんだよ。でも、あれがないと、お前の足が、俺が作ってやるって約束したのに。焦りと絶望で、俺の思考は完全に麻痺していた。弟の静止を振りほどき、再び炎へ向かおうとした。その時、兄ちゃんのバカ野郎！走るが、渾身の力で、俺の足にタックルしてきた。不意をつかれた俺は、体勢を崩して、走ると共に床に倒れ込む。俺の足のことなんてどうだっていい。兄ちゃんがいなくなったら意味ないだろうが。俺のためにいなくなるなんて絶対に許さないからな。涙と鼻水でぐしゃぐしゃになった顔で、走るは俺の胸ぐらを掴んで叫び続けた。
その小さな肩は恐怖と怒りで震えていた。俺のせいで、また弟をこんな危険な目に。その事実に、俺ははっと我に返った。そうだ、俺はまた同じ過ちを繰り返すところだった。弟を思うあまり、その弟自身を危険にさらしてしまうなんて。俺もう義足なんていらない。兄ちゃんが苦しむのを見るのはもうたくさんだ。走るの悲痛な叫びが俺の心をえぐる。そうだ、俺がこんなものに手を出したから、走るまで危険な目に。俺はなんてバカなことを。ごめんな。走る、ごめん。俺は崩れ落ちそうになる膝を必死で支え、ただ弟に謝ることしかできなかった。希望も気力も、すべてが灰になっていくようだった。その時だった。炎と煙の向こうから人影がこちらへ向かってくるのが見えた。しかし、それは先ほどまでの京子さんとは様子が違った。彼女は燃え盛る工房の前に立ち尽くし、その美しい顔を驚愕と絶望に染めていた。鉄腕さん、走るさん、ご無事ですか？俺たちの姿を認めると、京子さんは切羽詰まった声で叫び、駆け寄ってきた。その手には、以前と同じ頑丈そうなアタッシュケースが握られている。しかし、彼女の瞳は目の前の惨状に釘付けになり、みるみるうちに色を失っていく。ああ、なんてこと。工房が、私たちの夢が、もう終わりだわ。その場に、膝から崩れ落ちそうになる京子さん。彼女もまた、この工房と俺たちの研究に、大きな希望を託してくれていたのだ。その彼女に、弟の走るが、怒りに震える声で、掴みかからんばかりに詰め寄った。あんたの仕業だろ？俺は見たんだぞ。あんたがこそこそと、誰かにデータを渡しているところを、あんたが兄ちゃんを裏切ったんだ。走るの瞳は、怒りと悲しみで赤く充血している。兄である俺が打ちのめされている姿と、目の前で燃える工房、そして彼が目撃したという京子さんの不審な行動。それらが結びついて、彼の中で京子さんへの疑念と怒りが爆発したのだろう。京子さんはハッとしたように顔を上げ、走るの言葉に目を見開いた。見られていたんですね。でも信じてください、走るさん。私は。何かを必死に言い募ろうとするが、言葉が続かない。その表情には、弁明の難しさと深い苦悩の色が浮かんでいた。何がでもだ。やっぱりあんたが兄ちゃんを裏切ったんじゃないか。走るは納得せず、さらに京子さんに詰め寄ろうとする。その小さな肩が怒りに震えている。待て、走る。俺は弟の前に立ちはだかるようにして制した。そして、涙で顔をぐしゃぐしゃにしながらも、必死で俺を見つめる京子さんに向き直った。京子さん、実を言うと俺も見たんだ。あんたが工房の裏で誰かといるのを。正直、あの時は、俺もあんたを疑いそうになった。俺の言葉に、京子さんの瞳が揺れた。走るも驚いたように俺を見ている。だが、俺はあんたがそんなことをする人間じゃないと信じたい。これまでのあんたの行動が、それを俺に教えてくれている。何があったのか、ちゃんと説明してくれ。俺はあんたを信じてるから。俺の言葉に、京子さんは一瞬、何かをこらえるように唇をきつく結び、それから咳を切ったように話し始めた。その声は震えていたが、瞳には強い光が宿っていた。彼女は震える声で、しかし必死に言葉を紡ぎ始めた。私は、甲賀常務の不正を内部から探っていました。彼のやり方を見過ごすことができなかった。鉄腕さんの技術が彼の私利私欲のために利用されたり、闇に葬られたりすることだけは絶対に阻止したかった。だから彼の信頼を得るために、あえて彼の指示に従うような動きも見せながら証拠を集めていたんです。あなたたちの研究を守ろうとしたんです。でもまさか、彼が工房に火を放つなんて、そこまでは。言葉を詰まらせ、京子さんの目から大粒の涙がこぼれ落ちた。彼女は自分の行動が結果的に工房を守れなかったことを深く悔いているようだった。内通者のような危険な立場に身を置きながら、俺たちを守ろうとしてくれていたのか。俺は京子さんの震える肩にそっと手を置いた。大丈夫だ京子さん。あんただけのせいじゃない。それに、俺はそこで一度言葉を切り、燃え盛る工房を睨みつけた。そして、二人に向かって静かに、だが力強く宣言した。データなら、すべて俺がバックアップを取ってやる。個人的にな。過去に大学で研究成果を盗まれそうになった経験があるからな。同じ鉄は二度と不満よ。え？兄ちゃん。京子さんと走るが、同時に驚きの声を上げた。その目には、信じられないという色と、そして
かすかな希望の光が灯っていた。工房も試作品も燃えちまったのは痛いが、一番大事な設計データと研究記録は俺の頭の中と、そしてここにもある。俺はいつも首から下げている防水、耐火仕様の小さな USB メモリを指さした。そこには俺の研究のすべてが詰まっている。京子さんは俺の言葉に勇気づけられたように顔を上げた。涙はまだ止まらないが、その瞳には再び強い意志の光が戻っていた。鉄腕さん、ありがとうございます。そして、走るさん、本当に申し訳ありませんでした。私の行動があなたに誤解と苦痛を与えてしまいました。彼女は走るに向かって深く頭を下げた。私は、甲賀の不正を必ず白日のもとにさらします。そして、鉄腕さんのような本物の技術が正当に評価され、多くの人々を救うことができる世の中を作るために戦います。私にも守りたい約束があるんです。そのためならどんな危険も厭いません。その言葉は彼女自身の心の叫びのようだった。大事な人との約束。そのために彼女はたった一人でこんなにも重いものを背負い、戦い続けてきたのだ。その純粋でひたむきな思いが痛いほど伝わってくる。走るは俺の言葉と京子さんの涙ながらの告白、そして彼女の瞳に宿る真摯な光を前にして、ようやく自分の誤解に気づいたようだった。彼の顔から怒りの色が消え、代わりに深い後悔と戸惑いが浮かんでいた。京子さん、俺、何も知らずに、ごめんなさい。消え入りそうな声で謝る弟の頭を、俺はそっと撫でた。炎は非常にも工房を舐め尽くそうとしている。だが、俺の心には絶望とは違う。熱いものが込み上げてくるのを感じていた。弟を苦しませた事故の真相。そして、その元凶に対する激しい怒り。だがそれ以上に、京子さんの覚悟と、俺の技術を信じてくれる彼女の思い。そして何よりも、まだ俺たちの手元に残された希望が、俺の凍りついていた心を溶かしていく。京子さん、これを使ってください。俺は、首にかけていた USB メモリを外し、彼女に差し出した。俺たちの技術のすべてです。これをもとに、必ずあいつに一泡吹かせてやりましょう。京子さんは、その USB メモリを、まるで宝物のように両手で受け取った。その目には、もう疑いの色はない。純粋な信頼と感謝が溢れていた。俺は、煙で黒くなった自分の拳を固く握りしめた。弟への罪悪感、最高の義足を作れなかった後悔。それらが完全に消えたわけではない。だが今は違う。俺は、過去に囚われるのではなく、未来のために戦わなければならない。俺は、逃げない。走る。見ててくれ。兄ちゃんはもう一度立ち上がる。お前と一緒に前へ進むために。兄ちゃん。走るは涙でぐしゃぐしゃになった顔で力強くうなずいた。俺も、もう一度走りたい。兄ちゃんの作った世界で一番の義足で。三人の視線が交錯する。失われたものは大きい。だが、俺たちにはまだ希望が残されている。そして何よりも強い絆がある。鉄腕さん、走るさん、時間はありません。京子さんが鋭い光を宿した瞳で俺たちを見た。俺が渡した USB メモリを強く握りしめている。発表会まであと2日。甲賀は私たちが諦めると思っているでしょう。だからこそ、私たちは彼の予想を裏切り、最高の義手を完成させて世に送り出すのです。彼女が密かに手配してくれていた大学の研究室の一室が俺たちの新しい戦場となった。そこには最低限の工作機械と測定機器が運び込まれていた。燃え落ちる工房を背に、俺たちは新たな決意を胸に刻んだ。これは単なる義手の開発ではない。これは奪われた未来を取り戻すための戦いだ。甲賀への怒りを力に変えて、俺は京子さんと走ると共に奇跡を信じて最後の戦いに挑む。夜空を焦がす炎の色がまるで俺たちの不屈の闘志を映し出しているかのようだった。そして発表会当日、会場となった大学の小ホールには思いのほか多くの人々が集まっていた。医療関係者、福祉機器メーカーの担当者、そして数社のメディア関係者もいるようだ。俺は壇上に設置された簡素な演台の陰で深く息を吸い込んだ。隣にはこの日のために新調した少し大きめのシャツを着た走るが緊張した面持ちで立っている。彼の左足には出来上がったばかりの
まだ調整の余地こそあるものの、俺たちの魂が込められた新型義足が装着されていた。そして、俺たちの後ろには、いつものように冷静沈着な、しかし、どこか晴れやかな表情を浮かべた京子さんが控えている。大丈夫か、走る。兄ちゃんこそ。短い言葉を交わし、俺たちは互いの目を見てうなずいた。開演時刻が迫り、会場がざわつき始めたその時、ホールの後方から見慣れた。そして今は憎悪の対象でしかない男が数人の取り巻きを連れて悠然と入ってきた。甲賀哲夫。その顔には全てを見下すような傲慢な笑みが浮かんでいる。奴は俺たちが発表会を中止するとでも思っていたのだろうか。それともこの場で俺たちの惨めな姿を嘲笑いに来たのか。甲賀はわざと俺たちのそばを通り過ぎるように歩を進め、俺の肩を軽く叩いた。やあ、鉄腕くん。工房が大変なことになったと聞いたよ。こんな状況で発表会とは感心するね。だが無理はしないことだ。所詮町工場の技術など、たかが知れている。安定した製品ならいつでも我がメディカルフロンティアが提供できるのだから。その声には、ねっとりとした侮蔑が込められていた。俺の拳が怒りに震える。だが、京子さんが俺の腕をそっと制した。彼女の目は氷のように冷たく、甲賀を見据えている。ご心配には及びませんわ、甲賀常務。彼らの発表をどうぞ最後までご覧くださいませ。すべては予定通りに運んでおりますので。ほう、楽しませてもらうとしよう。甲賀はせせら笑い、最前列の中央にふんぞり返って腰を下ろした。その勝ち誇ったような態度が、俺たちの闘志にさらに火をつけた。やがて照明が落とされ、スポットライトが壇上の俺を照らし出す。俺はマイクの前に立ち、集まってくれた人々に感謝の言葉を述べた。そして意を決し、重々しく口を開いた。皆様、本日はお忙しい中、私の研究発表にお集まりいただき、誠にありがとうございます。実は、皆様にご覧いただく予定でおりました、新型の筋電義手、およびその関連データですが、俺は一度言葉を切り、声を震わせ、悲痛な面持ちを作った。先日の不審火による工房の火災により、試作品、関連機器、そして全ての研究データが消失いたしました。会場が大きくどよめいた。失望のため息、同情の声、そして何よりも甲賀の席の方向からかすかにふんというあざけるような鼻息が聞こえた気がした。従いまして誠に申し訳ございませんが、現時点では皆様に具体的な成果をお見せできるものは何もございません。この場を借りて深くお詫び申し上げます。俺は深々と頭を下げた。会場は水を打ったように静まり返り、重苦しい空気が漂う。甲賀は隣に座る取り巻きに何か得意げに囁いている。その口元が満足げに歪んでいるのが遠目にも分かった。俺が言葉もなく立ち尽くしていると、京子さんが静かにマイクの前に進み出た。彼女の表情もまた悲しみをたたえているように見える。皆様、本日はこのようなご報告となり、誠に申し訳ございません。彼の長年の努力は確かに一度怪人に帰しました。私たちの希望も一度は燃え尽きたかのように思われました。会場の同情的な雰囲気がさらに深まる。しかし、京子さんは一呼吸を置き、そこで不意に凛とした力強い声で続けた。その絶望の淵から私たちは別の、そして非常に重要なデータを発見いたしました。それは失われた義手のデータではありません。ですが、この場で皆様に、そして何よりも、この国の医療技術の未来を私物化し、人の命や尊厳さえも踏みにじろうとする、ある悪しき存在に叩きつけなければならない真実です。その言葉とともに、京子さんはアタッシュケースからノートパソコンを取り出し、素早くスクリーンに接続した。会場の空気が一変する。何が始まるんだと、誰もが固唾を飲んでスクリーンを見つめた。最初に映し出されたのは、薄暗い駐車場らしき場所の映像だった。そこに甲賀と見知らぬ男たちが何やら話し込んでいる。そして衝撃的な音声が会場に響き渡った。鉄腕の工房はデータごときれいに燃やせ。試作品もだ。あの技術は世に出る前に完全に潰すんだ。それは紛れもない甲賀の声だった。続いて工房周辺の防犯カメラに映っていた放火実行犯と思われる男たちの不審な動き。そして甲賀の会社が
過去に製造した欠陥部品の内部検査データと、それが原因で起きたとされる事故の隠蔽工作を示す内部告発資料、さらには、俺が大学時代に研究していた内容と酷似した設計図が甲賀の指示でメディカルフロンティア社の製品として流用されていたことを示す証拠などが次々とスクリーンに映し出されていく。会場はもはや騒然という言葉では足りないほどの衝撃に包まれた。何をバカなことを。そんなものはデタラメだ。すべて捏造だ。甲賀が顔面蒼白を通り越して土毛色になりながら金切り声を上げて立ち上がった。その額には油汗がにじみ、取り巻きたちも狼狽を隠せないでいる。鉄腕くんの技術を評価し、支援しようとしていた私を陥れるための陰謀だ。そうだ、これは。甲賀は壇上で冷静に彼を見据える京子さんを指さした。レーゼン貴様だな。貴様がこんな出任せを仕組んだのか。最初からそのつもりで俺を裏切ったな。その叫びは怒りというよりも予想外の事態に混乱しきったものの悲鳴に近いものだった。彼は京子さんが自分を陥れるために俺に近づいたとでも思ったのだろうか。あるいは自分の部下である京子が自分に不利な情報をリークしたことへの裏切りを感じたのか。いずれにせよ彼の傲慢な仮面は剥がれ落ち、醜い本性があらわになっていた。京子さんはそんな甲賀を冷徹な視線で見据え、静かにしかしはっきりと告げた。裏切ったのはあなたの方です。甲賀さん。あなたは多くの患者さんの信頼を、株主の期待を、そして何よりも人としての道を裏切ったのです。あなたの罪はここで全て明らかにされました。その言葉と同時にホールの後方の扉が開き、数人の制服警官とスーツ姿の捜査員たちが静かに入ってきた。彼らはまっすぐに甲賀の元へ進み、その両脇を固める。甲賀哲夫さんですね。窃盗、証拠隠滅、放火教唆、並びに業務上横領、不正競争防止法違反など、複数の容疑で署までご同行願います。待て、私は何も知らん。これは罠だ。レーゼン君、君の仕業だな。甲賀は最後まで見苦しく抵抗し、京子さんを逆恨みするような言葉を吐き捨てたが、捜査員たちに両腕を掴まれ、引きずられるように会場から連れ出されていった。その姿はあまりにも惨めで滑稽ですらあった。嵐のような騒ぎが収まった後、俺は再びマイクの前に立った。言葉がうまく出てこない。ただ胸がいっぱいで感謝の気持ちが溢れてくる。皆さん、お見苦しいところをお見せし申し訳ありませんでした。そして先ほどの発表は半分は本当で、半分は嘘です。俺はそう言ってにやりと笑ってみせた。会場から戸惑いと期待の混じったざわめきが起こる。確かに工房と試作品は燃えてしまいました。ですが私たちの技術と魂は決して消えはしませんでした。俺がそう叫ぶと同時に、ステージの袖から走るがバックアップデータからわずか2日で再制作された、ピカピカに磨き上げられた新型義足を装着して力強く歩み出てきた。不可能を可能にするのが技術者の仕事ですから。会場は今度こそ今日一番の驚きと割れんばかりの拍手と歓声に包まれた。走るはその中央で誇らしげに胸を張り、そして最高の笑顔で俺にうなずき返した。俺は弟のその笑顔を生涯忘れないだろうと思った。技術は人の心をつなぐためにある。そのこと、今心の底から実感していた。発表会での衝撃的な出来事の後、甲賀哲夫の悪事は白日の下にさらされ、法によって厳正に裁かれることとなった。彼が長年にわたり築き上げてきた地位も名誉も、すべては砂上の楼閣のように崩れ去った。メディカルフロンティア社も一時的な混乱はあったものの、京子さんをはじめとする良識ある社員たちの尽力により、企業倫理を取り戻すべく大きな改革へと舵を切ったと聞く。俺の小さな工房、鉄腕テクニカルラボは一躍時の人ならぬ時の工房となった。国内外から多くの支援や共同開発の申し出が殺到し、工房は拡張され、新しい仲間も増えた。俺は最新鋭の設備と情熱を共有できる仲間たちに囲まれ、新型義手のさらなる改良と量産化、そして新たな福祉機器の開発にこれまで以上に忙しい日々を送っていた。だが、その忙しさは心地よい疲労感と確かな達成感を与えてくれるものだった。そして弟の走る。彼は俺の作った義足を相棒と呼び、本格的に陸上競技の世界へと
再び足を踏み入れた。最初はリハビリを兼ねた軽いジョギングからだったが、彼の不屈の精神と義足との完璧なシンクロは、周囲の予想をはるかに超えるスピードで彼を成長させた。やがてパラアスリートとして国内大会で頭角を現し、ついには国際大会の舞台へ。その活躍は多くのメディアに取り上げられ、同じように障害を抱える人々にとって大きな希望の光となった。兄の作った義足が多くの人を勇気づけている。走るはまさに生きた広告塔として俺の技術の素晴らしさを世界に示してくれていた。表彰台で金メダルを手に満面の笑みを浮かべる走るの姿は俺にとって何者にも代え難い宝物だ。すべてがいい方向へと進み始めたある日の午後、京子さんがふらりと俺の工房を訪ねてきた。彼女はメディカルフロンティア社の改革に一定の目処がついたのか、以前よりも少し穏やかな表情をしている。鉄腕さん、お忙しいところごめんなさい。少しお話できるかしら。京子さん、どうぞどうぞ。コーヒーでも入れますよ。俺たちは工房の片隅に設けた小さな応接スペースで向かい合った。窓からは新しい旋盤の音と若いスタッフたちの活気ある声が聞こえてくる。甲賀の件もようやく落ち着いたし、会社も少しずつですが、いい方向に向かい始めたわ。私これからどうしようかしら。京子さんはカップを手にふっと息をついてつぶやいた。その横顔には大きな仕事をやり遂げた安堵感とほんの少しの寂しさが滲んでいるように見えた。俺は以前彼女の資料に挟まっていた写真のことを思い出していた。夕焼けの中、車椅子に乗った青年と彼に寄り添う京子さんの姿。あの大事な人。そうですね。俺は努めて平静を装いながら言った。京子さんにはあの写真の大切な人が待っているでしょうし、その人のところへ行ってこれまでのことを報告してゆっくりされるのが一番なのではないでしょうか。言いながら胸の奥がチクリと痛んだ。彼女がその大事な人の元へ行ってしまうのは当然のことだ。だがもうこの工房で彼女の的確なアドバイスや時折見せる笑顔に触れることができなくなるのかと思うと、言いようのない寂しさがこみ上げてくる。俺の言葉に京子さんは一瞬きょとんとした顔をし、それからいたずらっぽくクスクスと笑い出した。あら、鉄腕さん、もしかしてまだ誤解していらっしゃいました？誤解ですか？あの写真は私の弟の翼ですけど。京子さんは楽しそうに目を細めた。確かに甲賀のせいであの子は一度陸上選手の夢を諦めかけました。でも今はあなたの技術のおかげで彼も新しい目標を見つけてリハビリにものすごく励んでいるんですよ。あなたの技師が走るさんだけでなく翼にも大きな希望をくれたんです。弟？あの写真の青年は彼女の弟だったのか。俺は自分の早とちりに顔が赤くなるのを感じた。そして同時に心の奥底からじわじわと温かいものがこみ上げてくるのを感じていた。安堵感と呼ぶにはあまりにも大きく、そして甘美な感情だった。そうだったんですか。それは本当に良かった。しどろもどろになる俺を見て、京子さんはさらに楽しそうに笑った。そして、不意に真剣な表情になり、俺の目をまっすぐに見つめてきた。鉄腕さん。はい。私、鉄腕テクニカルラボに、いえ、あなた自身に永久就職を希望してもよろしいでしょうか？永久就職。俺は彼女の言葉の意味を理解するのに数秒を要した。そして、それが何を意味するのかを悟った瞬間、心臓が大きく高鳴った。京子さん、それはつまり。京子さんは頬をほんのりあからめながら、しかしはっきりとうなずいた。講師にわたる最高のパートナーとして、あなたのそばであなたの夢を、そしてあなたの技術をこれからもずっと支え続けたいのです。そしていつか翼にもあなたが作った世界で一番の技師をプレゼントしてあげたいんです。その言葉には一点の曇りもない。彼女の素直な気持ちが込められていた。俺は言葉に詰まった。ただ、こみ上げてくる熱いものを抑えることができなかった。目の前にいるこの聡明で強く、そして何よりも優しい女性が俺と共に歩んでくれるという、これ以上の幸せがあるだろうか。俺は震える手で彼女の細くしなやかな手をそっと握った。京子さん、俺でいいんですか？あなたがいいんです、そうさん。初めて名前で呼ばれ、俺の心臓は
破裂しそうなくらい高鳴った。工房の窓から差し込む西日が、俺たち二人を優しく包み込んでいる。その光の中で、俺たちは見つめ合い、そして、どちらからともなく微笑み合った。遠くのグラウンドからは、トラックをかける、走るの掛け声が聞こえてくるようだ。空には、希望に満ちた虹がかかっている。俺は、技術は人の心をつなぐためにあるのだと、改めて確信した。失われたものを取り戻すだけでなく、新しい未来を、そして、新しい絆を作り出すために、俺の戦いは、これからも続いていく。この手で、希望を生み出し続ける限り、そして、その隣には、最高のパートナーがいてくれるのだから、これ以上、望むものはない。俺たちの未来は、きっと、この夕焼け空のように明るく、暖かいものになるだろう。そんな確信を胸に、俺は京子さんの手を、もう一度、強く握りしめたのだった。